こんにちは、さやです。私は2024年に岡山県の瀬戸内海の近くの町に単身で移住してきて、今会社員をしながら耕さない農業で兼業農家をしています。もともと岡山市内で畑を借りていて、そこは家庭菜園で自然農をベースに自給目的の家庭菜園を数年続けてきていて、なので耕さないで野菜を作るっていうのをここ5年ほどずっとやっています。皆さんは耕さずに野菜が育つっていうことを知っていますか？今回は耕さない農業について簡単に解説をしていきたいと思います。もともと1年ぐらい前に YouTube を開設して私の畑の様子とかっていうのをアップロードしてきているものの、ちゃんと耕さない農業についての解説とかお話っていうのをしたことがなかったので、今回はそれをやっていこうと思います。耕さないっていうことがですね、自分的に畑をする上でしっくりきていて、で理論的にも納得感がいくものなので、もっと広まっていって実践する方が増えていくと嬉しいなというふうに思っています。耕さない農業に関心がある方とか、興味があるけど初めての方であったりとか、すでに家庭菜園をしている方に向けてお話できたらなというふうに思ってます。そもそもなんで耕すのかっていうところですね。野菜を耕す理由としては、有機物を投入してそれを混ぜてうまくなじませるためであったりとか、あとは土壌の中に空気を入れてふかふかな形に人工的にすることで植物の根が深く伸びる環境を作ってあげるっていうことであるとか、あとは雑草を取り除くとか、あと土壌にいる菌とか虫とか野菜に害を与えるようなものを耕すことで取り除くこともできるっていうのが目的かなと思います。ただ皆さん耕すってイメージの通り結構大変なアクションというか、桑でね、一般的に人力でやる方法もあるし、家庭菜園の方とかだと小型の管理機とかを購入して作付けごとに耕している方もいると思います。農家さんとかだと大型トラクターを購入してっていうイメージで、結構エネルギー的にも大変な作業だし、機械を使えば楽なんですけども、購入費用、維持費、ガソリン代みたいなところのコストも結構高くかかってくるかなと思うので、耕さないってなるとそういった部分を全てスキップすることができるので、結構楽ちんというか、いろんな意味でコストもかからずにできる経済的なやり方だなというふうに思ってます。で、実際に耕さない農業ってどういうふうなものかっていうと、定義としてはもうできるだけ土を動かさずに、攪拌させずに野菜を作るっていうものになります。単純な定義になります。なので従来の耕す農業に比べると自然な土の構造を維持した状態で野菜が作れるというものになります。耕さない農業の歴史みたいなところを簡単にお話しすると、もともと耕さない農業っていうのは20世紀後半ぐらいに日本で導入する方が増えてきたのかなと思います。ただずっと日本農業界では全然普及が進んでいないというか、マイナーな立ち位置で来ているのかなっていうふうに思います。有名なのが福岡正信さんっていう方で、その方が自然農法の提唱をしていて、藁一本の革命という本を書いた方なんですけど、その方であったりとか、奈良の川口義和さんであったりとか、あとは最近、金ちゃん農法で有名な吉田利光さんも耕さない農業発信されていて、特にコロナを中心にめちゃくちゃ人気が出たかなっていうふうに思っています。どっちかというと経済的に発展させるのは難しいやり方なので、家庭菜園向きだったりとかっていうふうによく言われています。一方でアメリカとかヨーロッパとかだと最近耕さない農業もすごく有名になっているんですけど、普通に農家さんが実際実践されている方も増えてきています。で、アメリカの合衆国農務省の USDA とかだと、耕さないことで土中の炭素分が耕す場合に比べると多いであるとか、あと耕すことで空気中に CO2 が排出されてしまうというのがあるので、耕さないことでその温室効果ガス削減につながるであったりとかっていう風な発表をしていたりとか、アメリカにおいてなんですけど、トウモロコシとか小麦とかの作付けの割合の中に飛行機で栽培している農家さんの割合が増えてきているみたいなデータもあります。海外で耕さない農業が発展したのはもともと日本で提唱してきた方々の影響を受けたからっていうふうに言われることが多いです。特にさっきお伝えした藁一本の革命を書いた福岡正信さんっていうのはもう海外でめちゃくちゃ有名で、実際日本ではそんなに知名度がないんですけど、ワンストローレボリューションっていう藁一本の革命の本を海外ではすごく売れていて、私も20代半ばの頃に世界を旅していた時があって、でその時はもう農業やりたいなと思いつつも何にも知識も何もないし、どこから始めたらいいのかわからないっていうので、やりたいやりたいっていうのをいろんな人に言いまくってた時期があって、でそこで出会っ
ったイタリア人の男の子が福岡正信さんのワンストローレボリューション読んだよみたいな、君読んだことあるって言われて、私は読んだことないし聞いたこともなかったので知らないって言ったらめちゃくちゃびっくりされたみたいな。なので聞くと海外ではすごい有名らしいです。なんでもともと日本初のものが海外に出て海外で話題になっている状況なので、逆輸入みたいなイメージにはなっちゃうんですけど、日本でもこれから話題になって有名になっていくといいなっていうふうに思ってます。で、なぜ耕さないのかっていうところの理由が大きく3点お伝えしていきます。まず1つ目が土壌生物の生態系を守ることができるというところです。土の中にいるミミズとかがイメージしやすいと思うんですけど、ミミズとか微生物っていうのが土を自然に耕してくれるので、有機物を植物が吸収しやすい栄養素に変えてくれるような重要な役割を担っています。だけども耕すことで、そういった生物たちが傷ついてしまうとか、ネットワークが損なわれてしまって、働きが弱くなってしまうということがあります。で、中でも土の中には菌根菌っていうネットワークが広がっていて、菌根菌というのは微細な糸状の菌糸を植物の実と物理的につなぎ合って、植物と相互共生関係を結んでいる菌なんですけど、土壌から水とか栄養素を吸収して、根っこから植物に供給するんですね。で、植物は光合成をすることで糖を作って、それをその菌に返すみたいな相互作用、相互共生作用っていうのを結んでいます。で、そうすることで植物の根が菌と結びついて成長が促進されるっていうものなんですけど、そこで土壌をかき乱してしまうと、そこに含まれている菌類の糸状の菌糸とかネットワークっていうのが損なわれてしまうので、植物が水分とか栄養素を吸収する力っていうのが弱まってしまいます。あと一部の研究では化学肥料を投入することで、もともと植物が必要な栄養素を化学肥料が直接供給してしまうので、そこの間に入ってた菌たちが役割を失ってしまって働きが弱まってしまうというような一部の研究結果も出ています。なので、土壌の菌と共生することで人間が肥料をわざわざ加えたりとかもせずに、自然の力を使って野菜を育てるということが可能になります。で、2つ目が耕さないことで土壌構造が維持されて水はけとか保水性が高まるというのがあります。耕さないとミミズとか微生物たちが土を代わりに耕してくれるので、自然に通気性とか水持ちがいいような団粒構造というのを作ってくれるんですけど、耕してしまうと土壌の構造が損なわれちゃうので、特にその耕した状態の土を踏み固めてしまうと、さらに土の密度が高まってしまうので、土と土の間が隙間がなくなってしまって水はけが悪くなってしまったりとか、あとは耕した層はまあいいとしても、耕した層の下の層ですね、耕さなかった層との2種類の層ができてしまって、密度の異なる2つの層ができてしまうんですね。そうすると水はけも悪くなってしまうっていうのがあります。あと3つ目が雑草の発生を抑えられるというのがあります。耕して土を掘り返すと、土の中にいた種が地表に出てきて、それが光で刺激されてどんどん発芽をして生えてきてしまうんですけど、あとは雑草がですね、むき出しになった土を覆おうと修復しようとするので、雑草の生える勢いというのが高くなっちゃいしまいます。なので除草の必要性っていうのも高くなるんですけど、耕さずにですね、土をむき出しにせずに、その土の上に有機物のマルチをすれば、雑草の抑制っていうのが抑えられることができます。はい、以上が耕さない理由っていうのをお話ししました。次回の動画では具体的に耕さない農業ってどういうふうに進めていくのか、最初の畝の作り方であるとか、栽培の手順みたいなところを簡単に説明しようと思います。はい、皆さんは耕さない農業についてどう思いますか？実際にやっている方ももしかしたらいるかもしれないし、今までの耕す農業をやっている方もいると思います。感想があればコメント欄に書いていただいてシェアしていただけると嬉しいです。今日は以上です。ありがとうございます。バイバーイ。